こんにちは、村雲です。今回の動画では、カーシェアリングサービスのエニカにて BMW の Z4 をレンタルいたしましたので、この車の内外装紹介と市場のレビューを私が現在所有しているスープラと比較しつつ行っていきたいと思います。エニカでの車のレンタルの流れなどは改めて他の動画で紹介しようと考えています。それではご覧ください。改めて今回私がレンタルした車両の仕様について紹介します。車両は BMW の Z4、グレードは 20i の M スポーツであるため直列4気筒の2リッターターボが搭載されており197馬力となっています。これは JR スープラでいうところの SZ と同等のパワートレーンとなっています。外装色がアルピンホワイト、内装色がマグマレッドの仕様となっていました。この白とオレンジに近い赤の内装がオープンにした時にすごく映えていたので、もし私が Z4 を購入するとなったら、この組み合わせを選ぶかなというふうに思いました。私のスープラは直列6気筒の3リッターターボが搭載されている RZ グレードのため、そもそものオープンとクローズの違い、エンジンの違いというものを一度に体感できる非常にお得な仕様となりました。まず外観から見ていこうかなと思います。最初に目に飛び込んでくるのがこの横長のキドニーグリルですね。最近縦長だったり実は繋がっていたりといろいろなバリエーションがあります。Z4 の場合は典型的なキドニーグリルとなっています。このグリルの中のメッシュのパターンもスポーティーでありつつラグジュアリーな雰囲気が漂っています。内外装だけを見るとスープラに対して Z4 はかなりラグジュアリーな面を持っていることが分かりました。この左下のダクトもピアノブラックに塗装されており、しっかり空気が抜けるようになっておりまして、ダミーではなかったです。少し羨ましいですね。スープラはちょっとここら辺のダクトが基本的にダミーとなってしまっているので。はい。そしてこのヘッドランプですね。他の BMW にはない縦にヘライトが配置されている影響で非常にシャープな印象です。この車にはオプションの19インチのホイールが履かれていました。この車のオーナーさんのこだわりが感じられます。ホイールの後ろのダクトにも穴が設けられています。このパーツがあるだけでサイドが引き締まりますよね。スープラにちょっと移植したいなと思います。できるかどうかわかんないですけれども。はい。で、ボディサイドには一直線に駆け上がるようにプレスラインが入っていて、スープラほどではありませんが、リアのフェンダーが強調されるデザインとなっています。このあたりのバリバリなスポーツじゃない感じのさりげないところが大人なスポーツな感じでしたね。リアのデザインはこのような形となっており、横長のテールランプでワイド感が強調されています。やっぱかっこいいですね。BMW Z4 のリアの姿も。はい。改めてフロントから見てみると、オープン状態でのちらっと見える赤内装がすごく映えていました。オープン感っていいなと思いました。こちら Z4 のトランクスペースとなっています。容量としてはスープラの方が若干広いかなといった印象でした。スープラの容量に関してはこちらの動画で紹介しています。なので3泊4日程度のスーツケースなら余裕で入るかなというふうに思います。1点の大きな違いが Z4 はトランクにオープナーがついていましたね。スープラは運転席ドア下かもしくは鍵のボタンでしか開けることができないので利便性は Z4 の方が上みたいですね。すでにオープンにしてしまっていましたが開閉の様子はこんな感じです。スムーズかつ時速50キロ以内であれば走行中でも使用可能だそうです。試乗の際はクローズ状態、オープン状態、両方を体感してみました。続いて内装の紹介です。ドアの内装に関してはこのような形となっており、マグマレットの内装色がすごく目を引きます。ドアノブはおそらくスープラと共通パーツでした。そしてその横にシートメモリーのボタンがありました。この位置にあるのはいいですね。スープラの座席をこの位置だと目で見ないと何番のボタンを押しているかわからないので、こっちの方が使い勝手いいと思います。足元にはおしゃれな M スポーツのロゴ付きのスカッププレートがありました。シートは本革のシートがこの車両には装備されていました。白内装に対してコントラストがいい感じの赤内装です。ホールド性に関してはランバーサポートがあるのでスープラと同等といった感じですが、全部が本革だと少し滑りやすい印象でした。私のスープラはオプションでないアルカンターラとの混合シートであったので余計そう感じてしまったのかもしれません。ただこの太もも裏のサポートがあるのが羨ましかったですね。これ結構長距離ドライブの疲労低減に寄与するので、
スープラにも欲しかったです。スポーツドライブの際にはこれ結構邪魔になるんでしょうかね。はい。乗り込んで、続いてステアリング周りです。話には聞いていましたが、ステアリングの太さが全く違い、Z4 の方がかなり太かったです。この違いの影響は試乗の際にも感じましたが、かなり大きかったです。ステアリングの深さが違うだけで、重厚な車に乗っているように錯覚しました。ここだけが唯一 Z4 のスポーツ性でスープラに勝っているところかなというふうに感じました。ボタンの配置はスープラと Z4 は同じで、運転支援関連が左、オーディオ関連が右となっています。続いてメーター周りですが、ここにかなりの差がありました。Z4 の場合、完全な液晶メーターとなっており、真ん中に地図の簡易表示も可能であるため、極端な話、メインのカーナビ画面がなくても、ヘッドアップディスプレイと組み合わせれば目的地にたどり着けそうでした。また、画面右側にスポーツ表示や G センサーなど、スープラに表示できない情報も表示することができ、ここはスープラ負けてましたね。スープラのメーターデザインはすごく好みなんですけれども、情報表示量では負けてしまっています。また、ヘッドアップディスプレイには制限速度表示までされていました。これも見知らぬ土地でのドライブに便利なので、羨ましい限りです。ナビ関連です。ユーザーインターフェースとしては、スープラと Z4 で大差なかったですが、Z4 はカープレイ画面が全画面表示となっていました。スープラは4分の3ぐらいで切れてしまっているので、またまた情報表示量で負けてしまいました。その下にエアコン関連スイッチとプログラマブルボタンが配置されていました。この Z4 のオーナーは全て未登録でしたね。これに関する動画も先日アップしましたので、またご覧いただけると幸いです。その下に USB ポートと 12V のソケット、それに加えて非接触充電のポートもありました。北米仕様のスープラには付いているそうなので、日本仕様にも導入してほしかったです。シフト周りには予防安全系のスイッチと運転モード選択ボタンとブレーキホールドのスイッチがありました。私試乗するまで知らなかったんですけれども、Z4 ってブレーキホールド使えたんですね。そのことを知らずに受け取った際に、ブレーキホールドがオンになっていて、なかなか発信できずに焦りました。あると助かる場面が多くあるかなと思うので、スープラにもこの機能欲しかったですね。そして最後にオープン用のボタンがあります。このスイッチ周りもカーボンではなくてピュアノブラックになっているところがスープラとのキャラクター分けに寄与しているかなというふうに思いました。その後ろに蓋付きのペットボトルホルダーがありました。やはり蓋があると閉まりますね。走行中にペットボトルを置くと邪魔そうに見えますが、若干助手席側にオフセットされており、シフト操作や腕を置く際の邪魔とならないように配慮されていました。その後ろに物置用のネットがあり、ちょっとした荷物が置けるようになっています。ただ本当に小さなものしか置けなさそうなので、この辺りはトランクする状態のスープラに軍配が上がりそうです。一応この部分を開けることで長尺物が積めるように工夫もされていました。グローブボックスの中もそう肝仕上げされており、やはり高級スポーツカーの雰囲気でしたね。最後に一番羨ましいポイントの ETC ユニットの設置場所です。Z4 はこのルームミラーとの一体型が採用されており、非常にスッキリとした状態となっています。この ETC ユニットの設置場所は、私のスープラに対する不満点にも挙げている場所なので、非常に羨ましいです。内外装紹介は以上です。何度か申し上げているように、Z4 はスープラと比較すると、よりラグジュアリースポーツの側面が強くなっており、そのための快適装備が充実しているように感じました。内装や外装のデザインは人それぞれ好みがありますが、万人受けする機能の充実ぶりは Z4 の方が上のような気がしました。この紹介の中だけでも私何度も羨ましいと思ってしまったので、はい、そう感じましたね。Z4 で試乗を始めました。まずは市街地をクローズ状態で走り始めました。クローズ状態で運転している際の印象としては、フォロの状態であってもしっかり静粛性が担保されているといった印象でした。私はこれまでの人生でハードトップのオープンカーに乗ったことがあるんですけれども、ソフトトップのオープンカーを運転したことがなかったので、外からの音の入り込みなどを心配していましたが、市街地レベルの速度域では特に不快となるような音のレベルではなかったです。むしろオーディオの音質の良さに驚きました。これは推測ですけれども、スープラはトランクスルーの状態であるため、本場が広く音が拡散してしまいますが、Z4 の場合、トランクと運転席の間に隔壁があり、音場が限定されています。そのためか重低音がよりズンズンと腹に響いてきましたね。これはイコライザーの設定の問題かもしれませんが、すごく驚きました。動力性能に関してですが、2リッターのため3リッターに比べると絶対的な加速感では劣りますが、
市街地における街のレベルの使い方においては全く不満に感じるレベルではなかったです。このあたりはこの後スカイラインを走行しようと考えているので、そのタイミングでも改めて評価しようと思います。加速感は3リッターに劣りますが、街乗り状態でも鼻先が軽くなっているのは実感できましたね。乗り心地に関してはスープラの方が良かったかなと思います。この理由としては、スープラがというよりも電子制御サスの影響が大きいかと思います。Z4 のこのグレードにはメカニカルなサスペンションが装備されているため、段差を乗り越える際のギャップがいなされずに、そのまま車体に伝わってくる感じでした。同じ19インチのホイールであったため、電子制御サスの効果をはっきりと体感することができました。もう一つ気になった点が、アイドリングストップ復帰時の振動ですね。これは4気筒だからしょうがなく、6気筒と比べるのは酷かもしれませんが、アイドリングストップから復帰する際の振動が結構大きく感じてしまいました。もともと私はアイドリングストップの機能は常にオフにしておきたい派ですので、余計にちょっとこれは気になってしまいましたね。はい。続いてオープン状態で三河湾スカイラインを走り始めました。ちょっとセミの鳴き声の入り込みがすごいですが、これもオープンカーの醍醐味ですかね。はい。オープン状態にしていると、風の巻き込みに関しては、ドアのウィンドウを上げていればそこまで大したことはなく、頭上に風を感じる程度で気持ちよかったです。ただオープンにすると夏の日差しがきつかったですね。夏はオープンカーの季節じゃないって言われているのが分かった気がします。そんなに長い間運転しなかったんですけれども、少し日焼けしてしまいました。運転時の印象として、スカイラインを走っている間は常にスポーツモードで走っていましたが、やはりフロント部分の重量が軽い分、すごくキレのいいハンドリングを味わうことができました。6気筒のスープラよりもハンドルを切った際の応答性がクイックな印象です。そのため今走っているようなカーブが連続するような峠道では、このハンドリングの軽さっていうのは大きな武器になるだろうなと感じました。この時私はオープンカーの運転が初体験ではあったので、真面目なことはあまり考えずにただ純粋にスポーツドライビングを楽しませてもらっていました。2リッターの場合だと3リッターにパワーが劣ることは市街地のドライブの際もお伝えしましたが、公道で扱い切ることのできる必要十分なパワーを有していることが改めて分かりました。ただ3リッターには音だったりとかスムーズな吹き上がりといったような官能的な要素の武器があります。私はこの部分がすごく気に入っているので、どちらが自分に合っているのかっていうのは、両方乗り合わせていただいて判断いただければなと思います。いや、何にせよオープンカープラス峠の組み合わせは最高でしたね。非常に楽しかったです。ちなみに今回のレンタルで約148キロ走行し、返却の際に廃屋満タンにすると 15.3 リッター入りましたので、満タン法で燃費は 9.6km パーリッターとなりました。レンタル期間中は高速使わなかったり、渋滞に巻き込まれたり、スカイライン走ったりしたので、この結果っていうものは街乗り想定の参考記録と考えていただければなと思います。まとめです。外装に関しては BMW おなじみのキドニーグレーに加えて、ダミーがほとんどなく、機能性を持たしたエアロパーツが随所に配置され、ラグジュアリースポーツな印象が漂っており、ピアノブラックのパーツなどが存在しないスープラと差別化がうまくできている印象でした。内装に関しては白外装に対していい感じのコントラストを持つマグマレッドの内装色の選択にオーナーのセンスの良さを感じましたね。スープラの満足点の動画でもお伝えしたように、スープラも現在のスポーツカーらしく快適装備が満載でしたが、それに加えて情報表示の観点などスープラ以上に快適装備が満載で羨ましい点が多かったですね。市場の印象としては官能的な側面では3リッターに劣りますが、2リッター搭載モデルのハンドリングの良さと扱いきれるパワー感は普段の日常使いにおいてもスポーツドライビングを体感できる必要十分な能力を有していると考えられるため、もし2リッターと3リッターを迷われている方は一度どちらも試乗してみることをお勧めします。今回の動画の内容としては以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったりチャンネル登録のほどよろしくお願いします。また、スープラ関連になるかなとは思うんですけれども、検証してほしい内容などありましたらコメント欄までよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。